A さんが地域課の山岳救助隊として勤務していたある日、山中でハイカーが行方不明になったという通報が入りました。現場に到着すると、辺りは完全に暗闇に包まれていました。A さんと同僚は懐中電灯の光を頼りに山道を進みました。夜の山は昼間とは全く違う顔を見せ、冷たい風が吹き抜けるたびに木々がざわめきました。ここから先は気をつけて進もう。道が険しいから足元に注意して。A さんは同僚に注意を促しながら捜索を続けました。山の中では声が反響して方角が分かりづらくなることもあります。A さんは耳を澄まし、少しでもハイカーの声を聞き逃さないように集中しました。山中で捜索を続けるうちにハイカーの手がかりを見つけました。落ちていたハイカーの帽子や足跡が点々と続いているのを確認し、A さんたちはその方向に進みました。この足跡、きっとあのハイカーのものだ。早く見つけないと。足跡は細い山道を外れ、険しい斜面に続いていました。A さんたちは慎重にその足跡をたどり、滑らないように注意しながら進みました。斜面を登る途中、木の根に引っかかって転びそうになったり、足元の石が崩れたりと困難が続きました。気をつけて進まないとここで怪我をしたら救助どころじゃない。捜索は厳しいものでしたが、手がかりを見つけるたびに希望が湧いてきました。A さんたちは一歩一歩確実に進んでいきました。足跡の方向に注意を払いながら進むと、突然風が強まり、木々がざわめき始めました。この風、何かの前触れか。A さんは心の中で不安を感じながらも捜索を続けました。風が強まる中、足元の石や木の根に気をつけながら慎重に進みました。手がかりを追うごとにハイカーの存在がますます近くに感じられました。足跡を追っていくうちに A さんは山の奥深くに迷い込みました。突然霧が立ち込めてきて視界が悪くなり、辺りが不気味な雰囲気に包まれました。なんだこの霧は急に濃くなってきた。霧の中で視界がわずか数メートルに制限される中、 A さんたちは懐中電灯の光を頼りに進みました。霧が厚くなるにつれ、道がどんどん不明瞭になり、周囲の音も不気味に感じられました。鳥のさえずりや風の音がまるで幽霊のささやきのように響いていました。このまま進んで大丈夫かな。霧の中で方向感覚を失いかけた時、 A さんは心の中で祈るように無事にハイカーを見つけられるように願いました。霧が立ち込める中、足元の状況も一層不安定になり、滑りやすくなっていました。こんな時に霧が出るなんて、これは何かの兆しなのかもしれない。 A さんは霧の中で懐中電灯の光が届く範囲を慎重に観察しました。木々の影が揺れ、風が吹くたびに奇妙な音が聞こえてきました。この霧の中で何かが起こる予感がする。霧の中を進んでいると、突然遠くから声が聞こえてきました。ハイカーのせいかと思い、 A さんはその声の方向に向かいました。誰かいるのか、返事をしてくれ。しかし声は一向に近づいてくる気配がなく、不安が募ります。声は時折遠くから聞こえるようで、また時にはすぐ近くから聞こえるようにも感じられました。 A さんはその声に導かれるように慎重に進みましたが、どこか不安な気持ちを抱えたままでした。まるで幽霊が呼んでいるみたいだ。声の主がどこにいるのか、どこへ向かうべきなのか、 A さんは迷いながらも前進しました。霧の中で迷子になったハイカーの不安を想像し、彼を一刻も早く救いたいという気持ちが強くなりました。声は不規則に聞こえ、 A さんの不安を煽りました。本当にここに誰かいるのか。 A さんは声の方向を確かめながら足元に気をつけて進みました。声は時折途切れ、また突然現れるように聞こえました。 A さんはその声が導いているようにも感じました。この声が道しるべになっているのかもしれない。霧の中で迷いながら進んでいると、ふと前方に奇妙な光が見えました。その光を追っていくと、霧の中から小さな山小屋が現れました。こんな場所に山小屋が誰かいるのか。 A さんは山小屋に近づき、中を覗き込みました。
山小屋の窓から漏れる光が霧の中でぼんやりと浮かび上がっていました。Aさんはその光に惹かれるように山小屋の扉を開けました。中に誰かいるはずだ。光が放つ温かさが A さんの心を少しだけ和らげました。山小屋の中に救助の手がかりがあるかもしれないと A さんは希望を抱きました。光は薄暗い山中での唯一の希望の光に見えました。この光が導いてくれるかもしれない。 A さんは光を頼りに山小屋の扉を開けて中に入りました。山小屋の中は暖かく、霧の中の寒さとは対照的な心地よさがありました。山小屋の中には誰もいませんでしたが、暖かい火が焚かれていました。 A さんは一息つくために山小屋に入りました。誰がこの火をでも少し休もう。山小屋の中には古い木製の家具や壁にかけられた写真がありました。 A さんはその写真に写る人物たちがこの山小屋の住人であったことを感じ取りました。暖かい日に照らされた室内で A さんは少しの間だけでも安らぎを感じました。この山小屋、どこか懐かしい感じがするな。山小屋の中には古い日記や手紙も残されていました。 A さんはそれらを手に取り、過去の住人たちの思い出に触れることができました。写真や手紙には家族の温かさとともにこの山小屋が愛されてきた歴史が刻まれていました。この場所には何か特別な力があるのかもしれない。 A さんは山小屋の中を見回しながらその場所が持つ独特の雰囲気に感銘を受けました。古い家具や写真が過去の住人たちの生活を感じさせました。ここには何か特別な力が宿っているようだ。その時、不意に背後から声が聞こえました。お前さん、ここで何をしているんじゃ。振り返ると、そこには不思議な雰囲気をまつわった老人が立っていました。失踪者を探しているんです。この辺りで見かけませんでしたか。老人は静かに A さんを見つめていました。その眼差しにはどこか知恵と優しさが感じられました。わしについて来い。老人の声には不思議な力がありました。 A さんはその声に従い老人の号を追うことにしました。この人が導いてくれるならきっと大丈夫だ。老人は無言のままゆっくりと山小屋を出て行きました。 A さんはその後を追い彼の歩く道を見失わないようにしました。この老人は一体何者なんだろう。老人はゆっくりとうなずき、わしについて来いと言いました。 A さんは老人の後を追い山小屋を出ました。この人、一体何者なんだ。老人はゆっくりとした足取りで山道を進みました。 A さんはその後ろを歩きながら老人の存在がどこか現実離れしているように感じました。この人、本当に実在しているのだろうか。老人の背中には長い年月を感じさせる風格がありました。 A さんはその背中に何かしらの信頼感を抱きました。この人がいるならきっと何とかなる。老人の足音は静かで彼の動きは自然と調和していました。まるで山の一部であるかのように感じました。この人はこの山に精通しているんだ。老人の歩みは一定で彼の進む道には確信が感じられました。 A さんはその背中を見つめながら信頼と安心を感じました。老人に導かれ A さんは山道を進みました。しばらくすると霧が晴れ前方に倒れているハイカーが見えました。あの人だ。ありがとう。助かりました。 A さんは急いでハイカーに駆け寄り無事を確認しました。ハイカーは意識はありましたが非常に衰弱していました。大丈夫ですか。もう安心ですよ。ハイカーは弱々しくも感謝の言葉を口にしました。 A さんはその言葉に安堵の気持ちを抱きました。この老人のおかげで彼を見つけることができたんだ。老人は静かに微笑み A さんに向かって一言だけ告げました。この山は人々を守る場所なんじゃ。ハイカーは震える声で自分が迷ってしまった経緯を話し始めました。 A さんはその話を聞きながら彼の無事を確認し必要な処置を施しました。あなたが無事で本当に良かった。ハイカーは疲れ切っていましたが命に別状はありませんでした。 A さんはすぐに応援を呼びました。
すぐに救助隊が来ますから、少しの間だけ待っていてください。ハイカーは弱々しくも感謝の言葉を口にしました。本当にありがとうもう助からないと思っていたんだ。Aさんはその言葉に安堵の気持ちを抱きました。救助が成功したことに対する喜びが心の中に広がりました。この瞬間のために僕たちはここにいるんだ。ハイカーの目には涙が浮かんでいました。Aさんはその涙が感謝と安堵の表れであることを理解しました。あなたの無事を確認できて本当に良かった。ハイカーは少しずつ落ち着きを取り戻し、Aさんに対して深い感謝の意を表しました。Aさんはその姿を見て心からの喜びを感じました。これで安心だ、もう大丈夫だから。ふと振り返ると老人の姿はどこにもありませんでした。どこに行ったんだろう。まるで幻のようだ。Aさんは不思議な感覚に包まれながらも救助に成功した喜びを感じました。老人の存在がまるで霧の中に消えたかのようでした。でもあの老人のおかげで助かったんだ。Aさんはその老人に対する感謝の気持ちを胸に刻みました。本当に感謝しかない。老人の言葉が Aさんの心に深く刻まれました。この山は人々を守る場所なんだ。Aさんはその言葉を胸に刻み、今後の任務に対する誓いを新たにしました。応援が到着し、ハイカーは無事に救助されました。Aさんは救助隊に状況を説明し、老人の存在を伝えました。確かにあの老人がいたんです。でも姿が見えなくなって、救助隊のメンバーも A さんの話に耳を傾けましたが、誰もその老人のことを知らない様子でした。まるで幽霊のような話だな。救助隊員の一人が驚いた顔で言いました。 A さんはその言葉に同意せざるを得ませんでした。本当にまるで幽霊のようだった。救助隊のメンバーは A さんの話を真剣に受け止め、老人の存在について考えました。誰もがその不思議な出来事に驚き興味を持ちました。こんなことが本当にあるんだ。地域住民の間でもその老人の話はよく耳にするものでした。彼は山の守護者として知られ、多くの人々を助けてきたという伝説がありました。やっぱりあの老人は伝説の守護者だったんだな。 A さんは地域住民の話を聞きながらその老人の存在に対する信頼を深めました。こんなことが本当にあるんだ。老人の話を聞いた A さんはその存在がただの噂ではないことを確信しました。地域住民の間で語り継がれている話はまさに現実であると感じました。伝説の守護者本当に存在するんだ。地域住民は老人が現れた場所や彼が行ったとされる救助活動について詳しく語りました。 A さんはその話を聞き、老人の存在がますます現実味を帯びて感じられました。この山には本当に不思議な力が働いているんだ。 A さんはその老人に対して深い感謝の気持ちを抱きました。老人のおかげで失踪者を無事に救うことができたのです。本当に感謝している。どこかでまた会えるかな。 A さんは心の中で老人に感謝の言葉を送りました。いつかまたあの老人に会いたいな。感謝の気持ちは A さんの胸の中で大きく膨らみました。その感謝の念は A さんに新たな決意を芽生えさせました。この山を守り続けるそのために頑張ろう。 A さんは老人の教えとその存在に対する感謝の気持ちを胸に日々の業務に励むことを誓いました。これからもあの老人のように A さんはこの出来事を通じて自分の任務に対する誇りと決意を新たにしました。老人のように人々を助ける存在でありたいと思ったのです。僕ももっと頑張らないと。 A さんは日々の業務に対してさらに真剣に取り組むことを決意しました。この山を守るために全力を尽くすんだ。 A さんは老人のように自然と共に生き、助けを必要とする人々を守ることを誓いました。この山は僕たちの家だ。 A さんは老人との会話を通じて自分自身の使命を再確認しました。この山を守り続ける、それが僕の使命だ。数日後
A さんは再び山中でパトロールをしていると、あの老人と再会しました。老人は、また会ったのと言いました。また会いましたね。ここで何をしているんですか。老人は、ここで暮らす理由があるんじゃ。家族の思い出が詰まっとるからのと答えました。家族の思い出。A さんはその言葉に胸を打たれました。老人の言葉には、深い愛情と悲しみが込められていました。老人は、かつてこの山で木こりとして働いていたことを話し始めました。昔は、この山で家族と共に幸せな日々を過ごしておったんじゃ。しかし、ある事故で家族を失ってしまった。事故で家族を。A さんは、その話に耳を傾けました。老人の声には深い悲しみがにじんでいました。それ以来、この山に戻ることが少なくなったが、時折こうして家族との思い出をたどるために戻ってくるんじゃ。家族の思い出をたどるために、A さんは、老人の深い愛情と悲しみに心を打たれました。老人の家族への愛が、今もこの山に息づいていることを感じました。家族の思い出が詰まっているこの山。A さんはその言葉の重みを感じ、老人の思いを理解しました。老人は続けました。わしの家族は、この山で生まれ育った。この山はわしらの家そのものじゃ。この山岳か。A さんは、その言葉に深く共感しました。山での生活は、都市生活とは異なり、自然と共に生きることの大切さを教えてくれます。わしは、家族を失っても、この山を守り続ける決意をしたんじゃ。あなたの決意、尊敬します。老人の決意は、A さんにとっても大きな励みとなりました。あなたのように、この山を守り続けたい。老人はその言葉に微笑み、A さんに向かってうなずきました。お前さんも、この山を守る仲間じゃ。老人は最後にこう言いました。わしは、この山を守り続けるつもりじゃ。家族のためにも、ここで出会う人々のためにも、あなたがこの山を守っているんですね。A さんは老人の決意に共感し、自分もその意志を受け継ぐことを決意しました。僕も、この山を守るために頑張ります。A さんは、老人のように自然と共に生き、助けを必要とする人々を守ることを誓いました。この山は、僕たちの家だ。A さんは、老人との会話を通じて、自分自身の使命を再確認しました。この山を守り続ける、それが僕の使命だ。ある日のこと、A さんが山中でパトロールをしていると、無線で緊急連絡が入りました。登山者のグループが道に迷い、一人が崖から転落したというのです。また山中での救助活動家でも、命を守るためだ。A さんは急いで現場に向かいました。現場に到着すると、転落した登山者は崖の下で動けなくなっていました。さらに、周囲の地形は非常に険しく、救助活動が困難な状況でした。この状況、どうやって対処すればいいんだろう。現場は険しい岩場で、足場が不安定でした。A さんは慎重に周囲を見渡し、安全なルートを見つけるための計画を立てました。崖下の登山者は意識を失っており、周囲には落石の危険もありました。A さんは慎重に現場の状況を把握し、救助隊と連携して安全な救助方法を模索しました。どうしよう、このままでは時間がかかりすぎる。A さんは焦りと不安に駆られました。時間が経つにつれて、登山者の命の危険が増していくのを感じました。この状況でどうすれば。崖の上から見下ろすと、険しい斜面と不安定な岩が見えました。救助には高度な技術と冷静な判断が求められました。A さんは心の中で祈り、最善の策を見つけるために集中しました。この人を無事に救うためにはどうすればいいのか。その時、A さんは老人の言葉を思い出しました。困難な時ほど、冷静に対処するんじゃ。A さんは深呼吸し、冷静さを取り戻しました。そして、慎重に周囲の状況を観察し、安全な救助方法を考えました。ここで焦っても仕方がない老人の教えを思い出そう。A さんは救助隊と協力し、ロープや安全装備を使って慎重に崖下の登山者にアプローチしました。時間はかかりましたが、無事に登山者を救出することができました。老人の教えが今こそ生かされる時だ。
A さんは老人の言葉に支えられながら冷静かつ迅速に行動しました。救助隊のメンバーも A さんの冷静な判断に感謝しました。ありがとう。あなたのおかげで無事に救助できました。登山者を無事に救出した A さんは改めて老人の教えの偉大さを感じました。大丈夫ですか？もう安心ですよ。登山者は感謝の言葉を口にしました。A さんはその瞬間に老人の教えの偉大さを改めて感じました。本当に老人のおかげだ。A さんはこれからも老人の教えを胸に人々を助け続けることを決意しました。この教えを忘れずにこれからも頑張ろう。A さんは心の中で老人に感謝し、その教えを今後も生かしていくことを誓いました。この山を守るために全力を尽くすんだ。救助を終えた後、A さんは心の中で老人に感謝の言葉を送りました。老人の教えが彼の心に深く刻まれていました。この山を守り続けるために A さんと老人の出会いは山中での不思議な出来事を通じて心温まる絆を築くものとなりました。老人の教えと助けを胸に A さんはこれからも山を守り続けることを誓います。この話は私たちに人々との絆の大切さと助け合う心の温かさを教えてくれます。この山は僕たちの家だ。僕もこの山を守り続ける。 A さんの決意は固く、彼はこれからも山での任務に全力を尽くし続けました。そしていつの日か再びあの老人に会える日を心待ちにしながら日々の業務に励みました。皆さんも困難な状況に立ち向かう時には冷静さを忘れず、周囲の助けを借りながら最善を尽くしてください。それではまた次回の警察実話怪談でお会いしましょう。